湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はファミコン誕生前夜のパート2ね。確か順調だった任天堂さんに悲劇が、とかいう式だったよな。そうね、その辺を見ていきたいわ。頼むわ。オッケー。任天堂さんの躍進に待ったをかけたのは歴史の授業で習うであろう。オイルショック。出たよオイルショック。第2次だよな。そうね。補足してもらえる？はいよ。こいつは扱いが難しいんだが、なんとか噛み砕いてみよう。今でも問題視されている原油産出国の原油価格の変動が引き金になった、物資不足と買い控え、インフレとまとめ買いのことだ。中東では武力衝突が起きるだけで簡単に原油のタンカーが止まる。それで全国でトイレットペーパーが品切れになるなどしたわけだ。補足ありがとう。これの影響で順調だった国内企業の成長に陰りが見えたわ。だろうな。任天堂さんも例外ではなく、レーザークレイ射撃がもろに煽りを食らったらしいわ。逃げようがないもんな。しかし我らの任天堂さんは諦めません。1978年には業務用ゲームの開発に着手。確かオセロだったな。そうね。そしていよいよ訪れる大躍進の1980年。ごくり。横井さんがいよいよゲームウォッチを発売してしまいます。恐ろしい話だ。横井さんは同僚が電卓で計算遊びをしていたのを見て思いついたらしいわ。皆さんも覚えがありませんか？ 8 桁計算機2234万5679と入力して、出したい数字から1引いた数、そして9からその数を引いた数をかけると、狙った数が桁いっぱいに表示される。こうした遊びを見て、何かにゲームを載せる、という発想に至ったそうよ。やっぱり天才だよあの人。第1弾が発売されたのが1980年4月。そこから月1ペースで新作を発売。これが当然、国内で大ヒットしたわ。するだろこんなもん。今でも欲しいわ。ウィキペディアによれば販売総数は日本で1287万個、日本国外で3053万個、総売上は140億ほどとありますから、にわかに信じがたいとんでもない数字です。例によって当時の物価で見るとほぼ2倍程度という見方によれば2022年現在の感覚で280億相当です。今、星の世界のお話してた？天文学的な数字というのはこういうことです。この際に得られたお金が後にファミコンの開発費用となったという説もあるようです。そらそうなるだろ。話がそれますが、このゲームウォッチで特筆すべき点があります。ほうほう。一つには十字キーの存在。ああ、出たよ天才の発想。左手で移動キー、右手で操作キー。今時は Xbox でも踏襲してるからな。信じられん。海外の業務用ゲームだと逆転していることもあります。エアドロップタイプというレバーを採用している場合に多いな。こういう形状ですね。モータルコンバットとかそうだったと思います。向こうは独自の企画が多いからな。さて、ここまで順調に見えていた任天堂さんにも、幾分の陰りが見え始めます。大躍進にもブレーキがかかったか。まず第一に、アーケード業界からの撤退があります。これはなんか意外なんだけど。多分、これは山内社長の英断ね。即座に損切りしたのか。おそらく、言うてアーケードが成熟する春改善だから、わかる話よ。ぶっちゃけスト2で大爆発を起こした業界だからな。そうね、だからこそその前段階、助走期間に資源をつぎ込むのは握手ね。さらっと言ってるけどすごいことしてるぞこれ。そう思うわ、金の卵を踏み潰す勢いね。普通に疑問なんだけど、何が見えていたんだろうな。残念ながらその疑問は解消されないわ。タイムマシンが開発されない限りね。恐ろしいお人だ。すごいのはわかるが関わりたくない。猛毒と一緒でしょう。とんでもない基本スペックよ。時代を変えるにはこのレベルが必要なのか、絶望的だな。我々凡人にはとても到達できない世界ね。本気で怖いんだけど。無理ないわ。ちなみにこの騒ぎの中でアーケード部門の責任者だった駒井徳三さんが隕石辞任したという説もあります。事実関係は不明です。うわぁ怖。さてここから任天堂さんは家庭用ゲーム機の開発に乗り出します。お、いよいよ来たな。まだ前夜ですけどね。ここで開発されたのは内蔵型ゲーム機でした。あれか、起動すると数本のゲームが選択できるやつ。そうですね、テニスや鬼ごっこなんかが選べました。あれすぐに飽きるんだよな。そうね、そこで得られたノウハウをもとに任天堂さんはカートリッジ式ゲーム機の開発に着手。これが世界を変えることになります。恐ろしいこったな。当時カートリッジ式のゲーム機ってあったんかね？あたりのシステムがそうですね。あとはこれことか。あれか、PC を安価にした流れか。そうです。そここそが任天堂さんの大手でした。任天堂さんはパソコンを小型化するのではなく、ゲーム機を大型化しました。しかも安価にて、2万円以下とかどうかしてるぜ。この価格設定には山内社長の激が飛んだそうです。現場は地獄だろうな。そのようです。大手メーカーに部品の大量購入を餌に安価で仕入れ。うわぁ、
さらには不要部品のコストカットでどうにか基準値を満たしたそうです。恐ろしい、絶対に当事者になりたくない。しかもこのデザインにはおもちゃ感を演出するという徹底ぶり。パソコンじゃなくて、あくまでおもちゃなんだな。おそらくですが、そこが世界の分岐点でした。だろうな。そしてここで一度、海外のゲーム機に目を向けてみます。お、重要そうな展開。まずは Apple One。これはジョブズさんと相棒、ウォズニアックさんにより開発されました。1976年だな。それから先ほど触れたあたりの発売時期もこの頃です。ちなみにあたりの社名は日本語のあたりから来てます。この辺はゲームもできましたけど、画面も音源もしょぼいし、良い作品にも恵まれませんでした。YouTube で検索するとよくわかります。これ。そこに任天堂さんがぶち込んだのがファミコン。はっきり言って海外の機種なんて変わんよな。そもそも高価ですしね。そしていよいよその時がやってきます。ごくり。1983年7月5日、ファミコンが発売されました。とうとう来たか。初年度の売り上げは44万台、およそ半年としては驚異的な数字です。本体との同時発売、いわゆるローンチはドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイの3本だったようです。世界線が違っていたら3本ともポパイになってたのか、怖いな。そうなったら今の日本はないでしょうね。さて順調に見えた滑り出しですが、ここで大問題が起こります。それがボタン問題でした。初期のファミコンはボタンがゴム製で、ねじれると押し込まれたまま戻ってこないという問題がありました。慌てて指で戻しても遅いという。この問題は任天堂さんを割りました。何しろクリスマス商戦を控えた時期、発売直後のドル箱を逃すのか？落ちてるお金だからな。それともブランドイメージを取るのか？ここで意見をまとめたのはやはり山内社長だったと言います。またしても英断だな。社長はクリスマスを落としても良いから、全回収による修理と郵送を指示。おそらく44万台のほとんど及び店頭在庫が回収されました。そのせいで今はゴム製のコントローラの在庫がほぼないんだよな。探せばあるという指揮者は言いますが、詳細は不明です。ないだろさすがに。ともかく、この好判断によりファミコンは失速を回避、スーパーマリオブラザーズ、ドラクエの出現を待つことになります。はい。こうして今もなお愛されるファミコンは、この世に誕生したのでした。壮大なお話だったな。そうね、特に天才たちの集結ときたら三国志を見ているかのようね。誰か一人かけただけでも歴史が違っていただろうな。そう思うわ。正直、ファミコン開発に向けたシミュレーションゲームとかやってみたい。そんなもん、胃に穴が開くだけだぞ。今回の動画化にあたって、いくつかの資料、特に本を当たりましたが、どれも興味深かったです。知らない内容も多かったしな。特に任天堂オブアメリカの下りはほぼ初見でした。恐ろしい事実もあったもんだ。少し前に、どこかのゲーム屋さんが任天堂の倒し方知ってますとか発言したというデマが、あったね。敵の本体も見えてないのに何言ってんだ状態でした。ドラクエさんで言えばバラモスの倒し方知ってますみたいな話だ。任天堂さんは万が一、日本の本社が倒れてもアメリカ側からの助力ですぐに復活します。倒しても無意味。しかし見れば見るほど面白い会社ね。これで元は花札屋さんだってんだからもうギャグだよな。誰も信じないでしょうね。近い将来にはそうなるだろう。さて、それじゃあそろそろ動画を締めましょう。あいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。